アンダー35アーキテクツエキシビジョン35歳以下の若手建築家による建築の展覧会記念シンポジウムを開演させていただきます。今日いらっしゃる皆さん、若い建築家の皆さんが素晴らしい建築を作って、そしてそれがまた後世にいろんな人にとって感動を与えるような力のある建築をぜひ作っていただけたらなというふうに思っています。今日ももう思い切ってですね、登壇の方はですね、発表いただいて、そして先生方の忌憚のないコメントを拝聴したいと思います。13年間非常に、このように盛大に、できているというのは我々にとっても非常にありがたい、ことでございます。どうぞできればですね、これが20年30年50年と一つの形になっていければ大変ありがたいなと思っております。高い志を持ってほしいんです。2つ、建築の本質は何かを考えてほしい。3つ、世の生成発展に貢献する建築とは何かを考えてほしい。出した会をダメだって言われることもあるかもしれない。それでもめげずに皆さんに会を出してほしい。そして、私も一緒にパートナーとして建築のプロジェクトに引き続き臨んでいきたいというふうに思っています。ぜひ今日はこの時間を使ってですね、有意義な議論ができればいいなというふうに思っています。今年も本当目を覚ましてもらえるような発表を皆さんに期待しています。皆さんの提案だとか考えていることを聞くことによってまた、僕も何か気づきを、もらえたらいいなと思っています。その最初のきっかけというか、石を投げるところっていうのがこの場なのかなと思うので、そこを私も参加してぜひこれを遠くまでつなげていきたいなと思います。自分たちと違う地平とか価値観を提示しているっていうことをちゃんとなんていうか読み取るとか、聞くということに勇気がいる、年齢になったなと思ってて、いい議論ができるといいなと思っておりますので、今日よろしくお願いします。彼らがまだ気づいてないであろう、新たな価値をこの議論する場でみんなが見出してあげる場にしようじゃないかということで集まっているような気がします。まさにその時代が変わりつつある、この変わり目に本当にそこに参加する当事者として参加していただける方々だというふうに思っています。シンポジウムでは、そういった話が、また一歩化けるかなと思っていますので、楽しみにしています。時代のなんていうのかな、流れみたいなものも透けて見えるような感じが今日の展示からしたので、シンポジウムの中でそういったことが議論して、輪郭が明らかになっていくといいかなと思います。今日の場面っていうのを目に焼き付いて、それをまた自分の成長とともにどういうふうに変わっていくかっていうことを楽しむっていう、そんな歴史的な楽しみ方もありますので、ぜひ今日は食い入るように見てください。私たちは風景の持っている変化の形っていうものを捉えられないだろうかというふうに日々考えています。建築を何か単体で完結したものではなくって、何かさまざまな要素とシームレスにつながっていく現象として捉えられないだろうかなということを考えています。いろいろな居場所を持つ大きな骨格を作るということを考えていて、二重らせんのビルは今回、展示におけるメインプロジェクトとして、展示しています。建築でよく使っているのは、効率化するためにすごい粒子量が少ないつるっとした素材になっていると思ってるんですよね。でも多分自然の中であるもの、例えば石だったりとか粒子が冷え固まっていくみたいな、それってなかなか人間には作り出せないこの粒子量を持っているものだと思っていて、それを建築化できないか。そうすれば人間が作るものよりも、もっと粒子の細かい解像度の高い建築っていうのができないかっていうのが僕のやっていることです。
僕は建築と構造の関係というものにすごく興味があって、身体の運動とかそういう人間の動きが構造化していく過程というものに興味があります。はい、僕は建築の映像を作りながら建築の時間表現を追求する活動を行っています。舞台の方面から地方の活性化だったりも取り組んでいます。模型と図面とともに映像作品とパフォーマンス作品も同時に試みていて、この変化し続けていく建築というものを体感していただけるような展示を目指しました。でこれが今計画の、模型なんですけれど、町とこう、庭に面する境界線に立っているっていうことで、こう時にはこう建具を開いて町と庭を一体化させてしまったりだとか、逆にこうひっそり過ごしたい時は建具を閉じてっていうような感じで、なんか建築がある種のフィルターのような、そういったこう場所になったらいいかなっていうことを思っています。そもそもホテルに入っていたお風呂だったりとかレストランとかショップっていうのを外に出してしまって、前面に市の公園があるんですけれど、そこも一体的に、提案して、ランドスケープから街並みと、高層のファサードと、作って建築の存在を不確かなものにしていけないかということを考えています。でこのように、パラパラとした一枚の、屋根がこれもその土地の、陶器を使ってやろうと思ってるんですけれど、そういう公園に対して溶け込んでいくような、平面断面計画をしています。今回の展示では会場で作ることができる最大のテーブルの上にさまざまなヒントを示す模型が等しく並べています。大きなテーブルであり一つの模型のようにも見えるこの作品を囲んで対話し観察してすることで、いつも自分たちが建築を通して何に奮い立たされているのかっていうことと、それを通して言語を超えた想像力を与えてくれるテーブルを作りました。私は建築に限らず古代のものだったりバナキュラなものに心惹かれたり興味があるんですが、そうした原初の姿の中からものの良さというかあるべき姿があるのではと思い、建築やプロダクトなどのものづくりをしています。母屋の方はこのように壁や天井を抜いて柱だけが立ち並ぶ広い空間にしまして、増築部がそれぞれの部屋だとすると、ここが古代の集落の広場のように共有するスペースになります。10年前とかにはやっぱなかったタイプの、やっぱり今がすごく刻印されているっていうのが本当に今回の展覧会を思ったんですが、この人にはこれ質問したかったんだけどっていうの多分あると思うんでいかがでしょうか。ちょっと今パッと思いついたのは佐藤さんとサーシャさん。基本的にはなんとなく僕らが知ってる世界に近いような気がしていて、このふわっとオーバーラップするような感じとなんかこう、一本の線を引くみたいな感じとはどう共存してるのかなというのがちょっとあって、でなんか大きくはそういうオーバーラップして移り変わっていくような感じっていうのでの理想形としては、その風景の話もそれからガラージュの3人が言ってたような話もどこか近いのに全然現れ方が違っているんだけどその辺に対しての考えを聞きたいなとちょっと思いました。この出展者の中でも結構エスキス会っていう議論をしてたんですね。でその中でも結構言われていて、やっぱり二分化するっていうことが分かりやすいけれど実際の社会ってそうじゃないとかいろんな指摘を受けて、で僕らもそれをすごく、悩んで今回また作ったっていう感じなんですけど、でその中でいろんな骨格を都市に与えたいとか、外に開いていって街をどう方向づけていくかみたいな話も含めて、なんかそれを今僕らもすごく悩んでるっていう感じです。一言でもガラージュの人たちからも。シェアハウスとかは作り終わったのに訪ねてくる人いつできるんですかって言ってきたりとか話してると、また次周辺で空き家があっ
ってちょうどこうタイミングがあって、じゃあそこもじゃあシェアハウスに今しようかっていう動きになってて、でシェアハウスに今住んでる学生が、そっちに移動するかで新しい人どこ入れるかみたいな話になってきて、なんか一件だけで完結せずに、なんか一体でみたいな。でもちろん構造化建築の構造化と一緒にもやってるんですけど、そういう街の構造を作っている人、市役所の人とか、また全然違う福祉の産業の人とか、そういう人と、いろんな構造を組み立てていきたいなとは思っています。渡辺が今言ったようないろんな関係者と結びついて巻き込んでいくっていうその場を開くみたいな動きをして、そこになんか予測不可能なことが起こっていったりとか、瀬尾がそれを取ってなんか映像化していくみたいな意識で僕もプロジェクトに取り組むと、なんかその像の住宅が未完成のような完成のような分からないっていうようなことがなんかすごいいろんな人が集まってなんか運動体みたいなものが建築になってるっていうか、建築が時とともに動いてたり、それに関与してるのは設計者だけじゃないって、それは当たり前っちゃ当たり前の話であって、その中でただその中でもさっきの要するに像のものがやっぱり何かよく継承されてるとしたら、その秘訣は何なのかとか、その構造は何なのかとか、あるいは何か熱を持つ状態があったらその熱を上げてる具体的なメソッドは何なのか、ちょっとさっきの質問でなんとなくちょっと見えた気がするんですけど、もうちょっとなんか語ってくれるとある種のこういう年齢層が高い建築家にもそれ結構使えるなとか、それだったらって話になんかねなるかなっていうところがちょっと次手かなって気がするんですけど、いや今年はなんか難しいなと思って言語化するのが難しいなと思いながら聞いていました。でなんか建築が生きられて建築を生きてるかどうかみたいなところがなんか現れつつあるのかなと思って、沼に入っていったことでしか生まれないものみたいなことをまさにリアルタイムで生き始めている皆さん。誰にもいいとも思われないし、もしかしたらこの場ではなんかあんまり興味持ってもらえなかったとしても、話さなかったことがなんか価値になる日が来るかもしれないみたいな。作るアプローチだとか、なんか着眼点とかなんか素晴らしいんだけど、本当に豊かな空間になるのかなっていうことが、僕の中で皆さんに一番問いたい部分で、本当に社会に必要なのってそこにいる人が本当に感動したりすることの方が大事だと思うので、そういうところをもっとなんか聞かせてほしかったなっていうのが僕からのなんか要望です。建築の展覧会の一つの醍醐味は原寸展ですから、そのことを木でやるもの、模型でやるもの、小さな模型を広げるもの、ドローイングだったり映像を使うっていうところの中でやっぱり空間体験させてくれるっていうところがすごいなっていうのは今回改めて思ったんです。天井高が 5.2 メートル、シップホールの天井高を使い、柱を立ててそのスケール感覚を見せてきたというところを含めると、サーシャと佐藤圭でいいんじゃないかなと思いました。皆様大きな拍手をお願いいたします。アンダー35アーキテクトエクスピジョン2023ゴールドメダル賞は佐藤さんと小晴様になっております。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年はすごいみんな展示も綺麗だし、みんな素晴らしいプロジェクトやってるのし、難しかった分かりますので、でもその通りで私たちもらったのがありがとうございました。原寸のやつも果たしてこれで、いいのかっていうすごい迷いはありながらも、ちょっと分からないけどとりあえずなんかやってみようっていう気持ちでやっていて、でそれがどこまで皆さんに伝わったか分かんないけれど、やっぱり展覧会っていうものを、街に開くとか、今回エスキス会をやったみたいにもう少しいろんな人と関わりを持ちながら展覧会を作っていくとか、
なんかそういうことができたことがすごい良かったかなと思います。であとやっぱりこれが両親の家っていうこともあって、やっぱ先祖代々から、継いできた土地っていうのをどう次の世代に僕らも含めて渡していくのかで、その中でやっぱ建築っていうのがどうあるべきなのかっていうのをすごい考える、きっかけで、それがふるさとっていうものをどう建築化することかっていうことも、踏まえて、なんかそういう答えを、今後も、作って、考えていきたいかなと思っているので、また建築ができたら皆さんに来てもらってご批評いただけると嬉しいなと思います。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。